どうもご紹介ありがとうございました。中西でございます。まず最初にですね、農学生命科学研究科全体を通した取り組みということについて少しご説明させていただこうと思っております。で、これはですね、実はこの後ろのバックグラウンドはその農学部の各施設でございます。農学部は北海道から演習林、ここも下も演習林でございますけども、それから圃場、畑ですね、穀物を取ったり野菜を取ったりする畑、それから水産実験場、牧場等ですね、全国にいろいろな施設をフィールドを持っております。で、これらの先生方がみんな一体となりまして、で、先ほどご挨拶してくださいました、農学研究課長のリーダーシップのもとにですね、今、プロジェクトを進行している最中でございます。で、最初にこれを少しだけ、この前もちょっと申し上げたんですけども、どういう仕組みでこういうプロジェクトができたかということを簡単にご説明いたしますと、一番最初、その事故の後ですね、どういう研究が個人個人の教員ができるか、どういう研究でその貢献できるかということをもとにですね、研究プロジェクトを出していただきました、研究計画を。詳しく申し上げませんけれども、例えば作物とか土壌とか畜産とか水産フィールド、いろいろなそのことなら貢献できるので、こういう研究をしていきたいということを随分出していただきました。実は皆様方お気づきかと思うんですけども、農業関連の情報っていうのは意外と少ないんですね。例えばそこの場所がですね、地点がどれくらいの放射能があるか、土もそれから水も含めてですね、どれくらいの放射能があるかっていうサイトの測定値はですね、例えばですが文部科学省のホームページにすごく出ております。それから私たちが食べるものがですね、ここで取れたものがどれくらいの放射能かっていう値は、測定値はそちらも測定値でございますが結構あるんですけども、実際の農業現場で放射能がどういうふうに移っていくのか、どこにあるのかとかですね、そこに植えたらまたどうなるのかっていうようなことに関するデータが意外と少ないんですね。で申しますのは、その農業は一次産業でございますから、自然を相手に研究を進めなくちゃいけない。で自然を相手ということは一つの専門家だけでアプローチが難しいわけでして、で何人かの先生方が一緒になって研究を進めるということが必要になってまいるわけです。必要になってまいります。で、話を戻しますと、これらのご提案をもとにですね、農学部長のプロジェクトのコンセプトでございますが、先ほどもちょっと言われましたが、ご紹介されましたが、東京大学全体に災害対策本部というものがございます。で、そこのその農学部、その下にございますが、農学部はどういうプロジェクトを今行っているかといいますと、一つは高濃度放射能汚染グループ、それからもう一つはノンアーライと申し上げてますが、必ずしも放射性物質だけではなくて、いろんな物理的な被害も受けております。で、被災地の約8割が農林水産関係の土地でございます。で、私どもは放射能について、先ほど申し上げました、自然を知るという、解析するというアプローチから、いろいろな、いくつかのグループを設けまして、で、右側にございます演習林をはじめ、いろいろな施設がございます。で、これは、この施設はですね、全部合わせますと、なんと日本の、国土の 0.1% にもなる、広大ないろんなところの演習林等々がございますので、そこの先生方、それからこの弥生キャンパスにおられる先生方、皆さん方一緒になってグループを作って研究を始めているわけでございます。で、サイトはどういうところで実験しているかというのを、これもこの前ちょっとお見せしたかと思いますが、左側がですね、ちょっとごちゃごちゃしておりますけども、皆様方がおられる東京大学農学部がここでございます。で、この黄色いところは主に穀物とか野菜ですね、を調べているところで、今日お越しいただきました福島県関連の施設で申しますと、福島県の農業総合センターと共同研究を私ども早くからしておりまして、この農業センター、農業センターのこの下にございます果樹研究所、これは福島にございます。こちらは郡山にございます。それからあとそれ以外にも独自にいろんな市町村とも提携をしております。その黄色いところが穀物関係、野菜関係等でございますが、あと田無にございます東京大学の生態調和機構ともの研究者も関わっております。それからあとそれ以外に牧場ですね。
牧場、今日真鍋先生がお話になりますが、動物関係です。動物関係は実際は4サイトをこれから設けまして、で、原発の事故のところから少しずつ遠くなるにつれて、どういう影響を動物が受けているかっていうことを研究していく予定でございます。それからフィールドということで、鳥類とかいろいろな昆虫を調べていらっしゃる方もおられます。それからあと魚介類ですね。茨城県で研究されています。だからこれはこの前のその図にはなかったんですけれども、今日話される山田先生はこの演習林から来て来られてますけれども、演習林がですね、北海道、それからちょっと書ききれなかったので愛知県の演習林、それからあちこちにこの緑で書いた演習林がございますので、ここからの研究報告も上がってきている状態でございます。で、それでは農学部ではどういう研究って言いますか、あれだけのところからですね、たくさんのその放射能を測ってほしいという資料が参ります。で、どれくらいの件数を測っているかと言いますと、横軸は月でございます。で、月によっていろいろ上下ございますけれども、これは件数でございまして、放射能が弱いとですね、長い時間をかけなければならない。ですから必ずしもたくさん測ってるからといって、たくさんフル稼働に測定しているということではなくて、測定器はいつもフル稼働でございます。200件、300件ぐらいをこなしているということでございます。で、何を測っているかと言いますと、土とかですね、あと葉ってございますけど、植物体とか、あとキノコを測った時期もございますし、時期によっていろんなものを測ってきております。で、あまりご覧になったことない方もおられるかと思いますが、ゲルマニウム半導体検出器というものを私たちは2台持っております。で、この中にですね、資料を入れまして、そこから出てくる放射線を外でモニターして測っておりますが、例えばガンマ線のこのガンマ線スペクトルと申しますが、セシウム、放射性セシウム CS っていうのはセシウムのことでございますが、それは137と134がございますが、出てくるガンマ線のエネルギーが違います。だからあと私たちの身の回りに体の中にもありますが、カリウム40というものがございます。これはどんなカリウムでも1万分の1だけは必ず放射性なわけです。私たちの体の中にもありますし、食べ物の中にもあります。ですからカリウムは必ず食品を測っても何を測っても出てまいりますが、カリウム40は少しエネルギーの高いところにございます。セシウムがこれだけあって。で、これは玄米のスペクトル例でございますが、これをきちんとこのスペクトルからですね、この面積を測りますと、だいたい1ベクレルぐらいがですね、限界となっております。ですからこれは12時間測定した場合のスペクトルでございますが、非常に弱いものは長時間測って測定するということをしてきております。それで、先ほど研究課長も申し上げましたが、11月と3ヶ月前に一度報告会をしております。で、3ヶ月の間に、時間が経ちましたので、どれくらい私たちがそれからですね、もう少し刑事的なっていうか、時間とともに放射能の分布とか蓄積量とか、分かってきたことがございますので、その話をさせていただきますが、前回と比較いたしまして、今回も福島県から来ていただいております。それから稲、土壌、それから畜産業、魚介類、果樹については、前回もお話ありまして、その先を今回話してくださることになっております。で、今回はなんとキノコの話が出てまいります。で、実はこれはですね、キノコを測って私たち仰天したといいますか、後で山田先生が話されると思いますが、今回の福島県のですね、事故で降ってきた以外、そのもっと前ですね、チェルノブイリとか1960年より前のその核実験で降ってきたセシウム、それまで出てきてるわけでございます。それで、実は鳥のを測られている方はどうしても今回時間なくて割愛させていただきましたが、鳥の研究も、それから田無のところの実験補助の研究も進んでございます。ただ時間がなかったので、ちょっとですね、今回割愛させていただいた鳥のその後についてだけ一言ご説明いたしますと、これは前回石田先生の方からお示しされましたウグイスの羽を取って、それで放射能を見た図でございますが、これが一枚一枚の羽でポツポツポツと放射能が点々とございますが、これを取ってですね、鳥もこのウグイスというのは割合テリトリーが小さくて、
事故の周りに随分飛んでたと思われるんですけど、随分汚染してるなと思われたんですけども、最近ですね、石田先生が取ってこられたその羽を見ましたら、もう生え変わってきれいになっておりましたので、そこをちょっと一言付け加えさせていただきます。あとその放射能の、この前もちょっと触れる時間なかったんですけども、降ってきたのは不均一だってことですね。ホットスポットとかいろいろ賑わしてますけれども、もうちょっと小さい単位でもですね、これは川端先生がですね、園芸学研究室の福島に取ってきてくださったんですけども、アジサイの葉っぱを見ますと、これ下が放射能の図ですが、ポツポツポツとあります。でこれも桃の枝でございますが、3月の時点、この前のその事故の時にですね、生えてたところもやっぱり枝がポツポツポツとありまして、それからあと伸びてきた枝っていうのはほとんどきれいでございます。でこれがですね、どこでもそうなんですね。土壌はどうかと、これはこの前お示ししました塩沢先生、後から話される塩沢先生が捉えた土壌の中の深度別にですね、浅いところに放射能がたくさんあるという図ですけれども、ここのですね、土壌を取ってきてもやっぱり土の中もポツポツポツとあるわけですね。一様ではございません。でこれはどうしてだろう、どこに分布しているのだろうかとか、あと化学形態とか何も分かってないもんですから、非常にその研究者としてはこれを調べていきたいということを考えるわけでございますが、実際にですね、放射性セシウムは売っております。でそれを購入しまして、私どもは実験室で土に混ぜてみたんですね。これが放射能の図を疑似カラーつけて青くありますが、セシウムを買ってきてですね、それをその土と混ぜてもポツポツポツっていうのを再現することはできないわけでございます。で土を分けてみてですね、どこにあるのかと見ますと、その砂の部分ではなくて粘土質とか、それから表面ですねにやはり放射能がたくさんあるということは分かるわけです。でこの辺は後で塩田先生からお話があると思いますが、何ヶ月か経てば経つほどしっかりと放射性物質は土につくようになってまいります。それで、放射能もですね、これがちょっと土壌の最後のスライドでございますが、この表面に非常にその土壌の表面にたくさんその放射性物質が溜まっているので、こちらから撮った画像とこちらから放射能を撮った画像を下にお示ししました。で A というのは上からその放射線を撮って画像化したもの、 B っていうのは下からですね。というのはこれだけの厚さがありますので、もしもここだけにあると像が弱くなるといいますか、放射能が弱くなってしまうんですが、放射能って遮蔽されればそれだけ弱くなるんですが、地表に出たところをそのまま測り取りますと、こんなふうに非常に強いということが分かるかと思います。それからもう一つだけですね、最後に私ども実験室でも放射性セシウムがどういうふうに吸われているかというのを私どもは機械も開発しておりまして、で植物体に吸われた時、これはミクロの方ですけども、主にこちらを使ってですね、稲にセシウムがどう吸われていくかっていうのを調べてみました。これは稲でございます。で水耕栽培、よく水耕栽培が実験室でしやすいもんですから、水耕栽培でセシウムを吸わせたらどうなった、これを入れたらセシウムがどれくらい吸わないとかいう実験は随分されてるんでございますが、水耕栽培と土を使った栽培、水の中と土の中と両方にですね、セシウム137を加えてどういうふうに稲が吸っていくかというのを数時間をですねトレースしていました。これリアルタイムですが、ちょっと時間を縮めて数時間を数秒にしておりますが、なんと水耕栽培のものだけセシウムがものすごくよく吸われていくんですね。で土壌にセシウムを加えたものっていうのはほとんど吸われない。土の性質にもよるでしょうけれども、水耕栽培だけで私たちはこうだっていうふうに実験室でこういう実験が出たっていうのはですね、フィールドの結果と違う場合もあるということを念頭に置かなければいけないかと思います。で先ほど学部長もおっしゃいましたけども、国内メディア、それから海外メディアその他随分いろんなところで少しずつ研究結果を発表してまいりました。で今回の研究報告
会の内容でございますが、ビデオで見ることができます。で、放射能東京大学農学部というキーワードを入れてくださって、Google で検索しますと、こういう画像が出てまいります。で、この前のそのプログラムで、ここに動画とありますので、そこをクリックしていただくと、どういうことを1000回話したか、どういう発表があったかってことを見ることが可能でございます。で、今回の報告会の様子もですね、一度話された方にチェックしていただいて、で、時々ですね、言い間違いとか、実はあるもんですから、それはテロップで流すときに、修正版がございますが、まあ、おおむね、大体においては、見ることができると思います。で、最後にですね、この放射能測定の難しさだけ、ちょっとお話しさせてください。で、これは1000回もお見せしたんですけども、先ほど申し上げましたように、カリウムがありますと、天然のカリウムですね、リン酸カリウムでも水酸カリウムでも、それから肥料として与える窒素、リン酸カリって三大肥料でございますが、カリウムの中の1万分の1は必ず放射性でございます。で、大体野菜の中はですね、1kg あたり200ベクレルほど入ってます。で、その中でその数百ベクレルとか数十ベクレルのセシウムを見るわけですね。ですから非常に測定としては難しいわけです。で、例えば白の葉っぱもですね、1週間ほどでこんなふうにカリウムの像が見えますし、食べ物もこれもお肉で、バナナで、これがじゃがいもで野菜ですけど、カリウムの像っていうのは同じガンマ線の放射能の像を取ることができます。あと、メガネをかけている方は、カリガラスの場合はですね、そのカリウムの1万分の1だけから放射線出てますから、いつも目は放射線に当たってるわけですね。で、プラスチックよりも多いと。この中でほんの少しの、セシウムの量を測ってるわけですから、非常に、私どもは難しい測定をしてますし、またきちっとしたデータを出さなければいけないと思っております。で、これからも私どもは現場に役立つ被災地支援の研究を続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。